time ago, in a heavy metal galaxy far, far away. Metaraji is the mission given to Baby Metal by the Fox God. Baby Metal ignites the spirit of heavy metal hidden in this world, encountering heroes with that same spirit and having a special time talking together. Are you ready to headbang? Now is the time for the metal mission with Baby Metal. Tokyo FM. Metaraji! ベビーメタルのメタラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。スーメタルです。モアメタルです。モモメタルです。 We are ベビーメタル。この番組メタラジは私たちベビーメタルの3人がメタル好きな方はもちろん、実はメタルが好きだという隠れメタルなゲストの方とお話ししたり、メタルな友達、通称メタ友の輪を広げていこうという新たなミッションをメタルの神キツネ様から授かりまして、ゲストのメタ友と語り合う、そんな番組です。先週からスタートしたベビーメタルのメタラジ2回目の放送でーす。2回目だ。早いね。どうだった前回。前回はもう初だからもうド緊張だよね。そうだよね。全然慣れてない。お客さんもさ、私たちの声を普段聞いてないわけじゃん、うん、それこそ日本語喋ってるの珍しいって言われるぐらいだからさ、確かに声の聞き分けとかもできてるのかなって心配になるよね。確かに。じゃあ皆さんにもね慣れてもらう必要があるかもしれないね。声を知ってもらわないと。だんだんね。喋ってみる？喋ってみよう。はい、スーメタルです。響くね。いい声ですよ、やっぱり。やっぱり、はい、うちのボーカルなんで、はい、じゃあモモメタルです。どっちでしょう。どっちでしょう。実はモアでした。モアメタルです。こっちがモモメタルです。似てるのかな、私たちの声って。自分たちではさ、正直わからないけど、わからないね。たまにこう声、歌とか、煽りの声とかを聞くと、あれ？わかるっていう時はある。そうなんだよね。Are you ready? ってさ、叫んでる時とか。確かにそうかも。モモメタルと私の声、意外と似てるなって思う時あるんだよね。そうたまに喋った？そう喋ったってなるよね。でもスーメタルとモモメタルはすっごいマイクに声が乗る。すごい響くイメージがある。まあ大きいんだろうね。そう、私に関しては多分ただ声が大きいだけ。どこにいても喋ってんなって聞こえるもんね。そう逆にモアメタルはボソボソ喋ってる。いや、なんかラジオ向きな声がすごいする。安心する声なのかな。そう聞きやすい。何褒めちゃってちょっと恥ずかしくなるじゃない。ゆっくり喋ります。先週からスタートしたベビーメタルのメタラジ、今回は2回目の放送ということで、2回目ですよ。ワクワクするね。そうだね。これからちょっと何か新しいことが始まりそうな。何ですか？ちょっとそれはね、まずは1曲聴いていただいてから。それでは1曲いきましょう。ベビーメタルでメタリ、フィーチャリングトム・モレロ。メタムラ祭りのメタ女、祭りだ祭りでよっといで、輪っかになって
こで踊らにゃいつ踊る。メタリメタリ。お届けしているのはベビーメタルでメタリフィーチャリングトム・モレロです。東京 FM ベビーメタルのメタラジ、この番組へのメッセージも受け付けています。楽曲のリクエスト、隠れメタルな人の情報、ベビーメタルへのメッセージ、何でも OK です。メッセージはメタラジのウェブサイトからお願いいたします。番組の公式 X もあるので、こちらのフォローもお願いします。ハッシュタグはカタカナでメタラジです。ぜひハッシュタグをつけて番組の感想をポストしてください。改めまして私たちベビーメタルがお届けしている今日のメタラジなのですが、なんと2回目にして初のメタ友ゲストの方々にお越しいただいています。2回目でゲストっていいんですか？しかも方々って言ってたからね、今ね。何人かいるのよ。もう今目の前にいるんでやばい、目合っちゃってるんだよね。目合わせられない。ということで早速お呼びしましょう。今月1月のマンスリーゲストはメタラジをお聞きの皆さん、こんばんは。新しい学校のリーダーズのみじゅとカノンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。失礼します。ありがとうございます。なんてお呼びしたらいいですか？まず何ですか？任せるんですけど、名前はみじゅとカノンで、存じ上げております。語尾はね、語尾ね、モアメタルみたいなのがないので、メタルでもつけときますね。確かにメタってないですよね。じゃあメタルになりきれてないなら、ミジュメタとカノメタとか。あり。みじゅメタかわいい。カノメタ。全然受け入れたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。サマーソニックでね、何度かお会いしてるんですよね。そうですね。すれ違ってますよね。すれ違い通信してます。ちなみにベビーメタルのパフォーマンス見てくださったことってあるんですか？あるよね。あります。今年去年のサマーソニックの東京のこうライブを袖から見てました。袖からよく見えてたよ。すごいね、モアメタルがね、こう反射してくれるんですよ。ツインテール同盟だから同盟組んでる。確かに。ファンサされてるところを見てニヤニヤしてモアメタルってこう 2,3 回思ってたんですけど、なんか10回ぐらいになってきて、もう前見てモアメタル前見ていいよ、もう申し訳ないです。トゥーマッチラブはいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私たちも何度か見させていただいてるけど、それこそサマソニの時も前乗りして朝一で見に行ったもんね。そうだね。そうなんですか。リーダーズ見たくて。嬉しい。そんな理由でですか？そうなんです。嬉しい。嬉しいね。恐縮です。ありがとうございます。ありがとうございます。あと昨年末の22日の国立のライブにお邪魔させていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。お世話になっております。お互い少しずつ見たことあるんですね。そうですね。そうですね。でもなんか本当に我々もワールドツアーしたりとかした時に、ベビーメタのグッズを着てる方とかがたくさん来てくれたりとか、だからすごいファンの皆さんの中でこう近い界隈なんじゃないかなって確かにひしひしと感じております。嬉しい。嬉しいです。この番組はメタルな友達、通称メタ友の輪を広げていこうというそんな番組なんですけど、普段皆さんはメタル聞いたりとか好きだったりします？普段は私は聞かないです。メタル、そうですね、触れ合ったことないです。どんな印象があったり？ベビーメタル
がもうもはや入り口っていう感じなので、確かにね、一番近い存在のメタルがベビーメタルさんかもしれない。そうですね、近くにいないものね。そうだね、あんまりね一緒にやったこともないよね、あんまりメタルの方々と。全然知識がないので、あら知りたいです。教えてください。じゃあ皆さんの周りに実はメタル好きというような隠れメタルの情報ってあったりします？いない。申し訳ない。難しいよね。確かにそうですね。あんまりメタル話。でもこの間マキシマムザホルモンさんとそうですね。ヘドバンされてる楽曲とかあったり、でもあれは隠れメタルじゃないか。メタルか。それそれも確かに。確かにそうかそうですね。それで言ったらね、近いかもしれないですね。コラボレーションして、はい。さんとお二方みたいにこのラジオを聴いているリスナーさんの中でもまだメタ友ではない、メタルを聞いたことがないって方もたくさんいると思うんですよね。だから今日はせっかくなので、そんな皆さんに私たちからおすすめの曲を紹介しようと思います。はい、お願いします。お二人リンキンパークってご存知ですか？知っています。名前は聞いたことある。名前は知ってます。リンキンパークが7年ぶりに新曲を出しまして、すごい大きなことなんですよ。で今年その新体制になって女性ボーカルに変わったので、ちょっと女の子のボーカルがメタルをやるってなかなかレアじゃないですか。だから入り口にはちょうどいいなと思ったので、ぜひおすすめしたいです。聞いてみたいです。聞きたい。ではみんなで一緒に聴きましょう。リンキンパークの The Emptiness Machine。Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine.お届けしているのはリンキンパークで The Emptiness Machine です。かっこいいですね。よかった。なんかメタルって、なんか激しいがこう、一番イメージとして強いんですけど、なんかすごいもっとなんか深い感じしました。そうなんですね。思ったそれ同じなんことかスッと入ってくる。メタルって概念って概念。確かに。いや結構難しいんだよね。そっか、幅があるのかな。すごいジャンルが広いですね。確かにメタルバンドの中でもいろんな曲を作ったりもしますもんね。知らなかった。なんかすごい素敵。耳に刺さり込み、かき回しいい感じ。リンキンパークから始めてみてください。確かに初めてそうだね。聞いてみます。は
はい、年がね明けて少し経ちますけど、2025年の新しい学校のリーダーズさんはどうなっていきそうですか？何か挑戦したいことはありますか？2025年が私たちにとって10周年の年なんですよね。そうだね。スペシャルイヤー。そうなんです。だから、新しいことしたいなと思いつつ、これから練り練りしていくところなんですけれども、なんか作品っていうか、その映像もそうだし曲もそうだし、なんか私たちが面白いって思うものをこう形にする作業が2025年はもっとできたらいいなとは思ってます。そうだね。2024はすごいもうこうアルバム作ってライブでもう本当にたくさん走り回るっていう年だったので、なんかもっとこう作り出す生み出すっていうことにね、力を注げたらいいなと思ってます。でも変わらず世界にも生き続けたいし、日本でもライブたくさんしたいし、やっぱ軸にライブは持ってたいと思ってますね。あと共演したいです。したいですよね。したいですね。で、今までちょっとニアミスだからちょっとそうですね。ちゃんと関わりたいですね。がっつりどこかでやりたいな。嬉しい。お願いします。今日はせっかくなので新しい学校のリーダーズの皆さんにちょっと聞きたいことをですね、もういろいろ考えていっぱいあるよたくさんあったので、たくさん聞きたかったね。ちょっとこの質問ボックスの中にたくさん入っているので、それぞれ引いて、引いた方に答えていただこうかなと。わかりました。じゃあ私からカノンから引きます。楽しみ。カノメタからカノメタから引きます。カノメタから引きます。じゃあ引っかか。来い来い。はい。リーダーズとベビーメタルさんがコラボするならどんなことをしたいですか？逆に聞きたいけれど。でもあれですね、やっぱ海外で、私たち2組とも海外に進出してるので、日本を飛び出してもう最初から海外でライブするとかしたいですね。台湾ツアーもしたい。一番最後東京みたいな。最高帰ってくる。それが一番いいね。組体操とかやらせていただいてもいいですか？経験値的にはどうですか？私たちが土台するので、耐久性ちゃって大丈夫ですか？土台させていただくので。組体操あんましないですか普段？しないでしょ。小学はしないかな。そうだね。安全な練習した感じだったね。あとはなんか楽曲とかでねコラボレーションできたらいいよね。一緒に歌って踊ってメタル教えてもらってなんかヘドバンしてね。そうだね。ついてる回してね。ついてま確かに回したいです。できることいっぱいありそうですね。楽しみ。じゃあもう一個いきますね。お願いします。じゃあこちら。振り付けで一番最初にやることは何ですかって。曲に対してみんなで耳を研ぎ澄ませてイメージを言葉にしていくっていう作業。面白い。言葉ね。言葉がその4人にしか分かんない言葉だったりもするんですよ。にょーって感じだよねとかそういう時もあるんですけど、それをノートに書き出していって、ベースを決めていく。なんか色味だったりとか景色だったりとか形みたいなのをちょっと抽象的なのも含む中でいっぱい出していくっていうのが一番最初にやることです。そうだね。面白い。ね。最初イメージ作りからね、4人の頭の中をこういっぱい出していって、みんながこう大体のイメージが一緒になったらそれぞれ細かく作っていくっていう感じです。結構時間かかるんですか？曲によるよね。なんか1日でこんな感じかもってできる時もあれば、1ヶ月とかかかる時もあるし、あとは1回振り付けができて MV とかも撮ってても、ライブを更新していくごとにどんどん振り付け変えていったりとか、すごいそのアレンジ面白い。だから何が完成かっていう感じだね。確かにバージョン違いもあればもうただ気に食わなくて変えるって時もあるし、でもそれ自由に変えれるのも楽しいですね。参考になるね。そうだね。出させていただきます。振り付けってどうやってやってるんですか？たまにアイデアを出して、そうなんだ。それを振り付けの先生にまとめてもらってってことはするけど、がっつり考える曲はなかなかないよね。なかなかないね。でもアイデアとかは3人で話して私たちも結構にゃーってイメージだよね。やっぱり一緒なんだ。パンって感じ。ツアー中とかに考えるから夜中一緒の部屋に集まってずっと考えたりする時間は意外と楽しかったりする。そうだね。その辺は一緒かもしれない。確かに楽しいですよね。
ミステリアスな感じがやっぱ3人するので、そういうの聞けるだけでちょっとキュンってなります。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。ということで、そろそろお別れの時間が来てしまいました。早いですね。新しい学校のリーダーズの皆さんはこのまま一緒に1月いっぱいメタラジに来ていただこうと思っています。お邪魔します。お願いします。失礼いたします。ということで、新しい学校のリーダーズさんとはまた来週。新しい学校のリーダーズでした。ありがとうございました。ありがとうございました。街は almost 40まるで悪夢で見た最悪のストーリー東京コリー街は almost 40希望の未来遥か彼方のグローリー東京コ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 リー会社限界絶対読みたいけどやむれない父さん大学限界毎日ネットに引きこもってる兄さんママ友限界現実逃避アイドルどっぷり母さん田中と工夫に流れてきたあの旋律はローラナムヤローラムヤローラムヤローラムヤ東京コリー街は今日もボリアクセクといつも途切れないストーリー東京コリー人々は時希望の未来どこへ抜け出せない森東京コリー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 お送りしているのは新しい学校のリーダーズで東京コーリングです。今日は初めてゲストを迎えてラジオを緊張してるんですよ、まだ。わかるよ。でもね、水メタとカノメタが初めてのゲストでよかったなって思う。喋ることがたくさんあったじゃん。そうだね。私たちも話したいことがたくさんあって時間足りなかったぐらいだもんね。そうだね。やっぱ海外ツアーの話とかができるのがすごい嬉しいかも。わかる、ね、共感できるって嬉しいし、しかも同世代じゃん、私たちと だから話が尽きなくて、忙しかったね。そうだね。東京 FM ベビーメタルのメタラジでは皆さんからのメッセージや実はメタルが好きだという隠れメタルさんについての情報も受け付けています。メッセージはメタラジのウェブサイトからお願いします。番組の公式 X もあるのでこちらのフォローもお忘れなく。ハッシュタグはカタカナでメタラジです。それではまた来週この時間にベビーメタルとお会いしましょう。 See you!